はい、こんにちは、岩城健一です。今日はですね、オリンピックの無観客が決まってしまって、本当に残念だなと思うんですけれども、ただ、報道を見てると、特別に IOC とかスポンサーの方だけは入れるというような報道もあったので、今回はその件について触れていきたいと思います。で、今日どんな人に聞いてほしいかっていうと、無観客が決まってしまって、もう本当にチケット当たってたのに悲しいなっていう人であったりとか、無観客と言いながら IOC とかスポンサーが入れる、見れるっていうのは本当にずるいよなって怒っているような人たち、そういう人たちに聞いてほしいなというふうに思ってます。で、テレビの一部の報道とかでは、スポンサーとか IOC の人たちがニコニコしながらこう観戦してるのがテレビに映ったらもう本当に腹立つから、もうそういうのは映さないでほしいし、もうなんかそんなのが嫌だから、もう私はスポーツもオリンピックも見ないというようなネット上のコメントがあったりしてるみたいで、そういったことについて無観客だけどスポンサーは入れるとか IOC とかね、そういったオリンピック関係者だけは見れるというような状況、これ皆さんどんな意見を持ってますかちょっと考えてみてほしいんですけど、で、僕がですね思うこととしては、スポンサーとかね、そういった人たちが見ることっていうのはこう悪いことじゃないのかなというふうに思っていて、でその代わりこのスポンサーの人たち、それから IOC の人たち、この自分たちが生で見た感想っていうのを見れなかった人たちにもっと情報発信をしてほしいなと、これだけやっぱ生で見たら面白かったっていうことを言ってほしいなというふうに思ってます。で、なんかすごく炎上しそうな感じがしますよね。でもなんで僕はこんなこと言ってるかっていうのを今から、解説をしていきたいなというふうに思ってます。ぜひ情報発信、スポンサーの人とかでもしてほしいなと思ってることっていうのが、まずスポンサーっていうのはものすごい額のお金をオリンピックの運営資金に当ててくれっていうことでしてるわけですよね。なので、言ったら共同経営者なわけですよね。共同経営者、共同運営者みたいな形になると思うんですよね。で、そのお金でドームを作ったりとか、競技場を作ったりとか、プール作ったりとかいろんなことしてると思うんですけれども、例えば味の素という企業があるんですけれども、東京オリンピックのオフィシャルパートナーということで、契約をしてるみたいで、契約金いくらなのかなと思ってちょっと気になったんですよね。それで調べてみたら、いくらだと思いますかこれね、すごい額でびっくりしたんですけど、60億。すごいですよね。1億円でもすごいなと思うけど、60億、このオリンピックのスポンサー、パートナーシップを契約するのに使っていて、いや、僕だったら絶対この60億で CM 作って、有名な女優さんとか使って、なんかね、美味しそうな CM 流した方が絶対売れそうな気するんですけど、でもやっぱりスポーツに対してお金を払ってくれてる。で、CM とかも、最近だったらスポーツ関連のオリンピックのパートナーシップですとか、オフィシャルスポンサーですということで、CM が結構流れてると思うんですよね。その CM をですね、リンクを概要欄に貼っておきますので、ちょっと見比べてみてほしいと思ってます。で、僕だったら間違いなくその餃子の CM の方が食欲そそられるなっていうような感じなんですけど、2本置いてます。一つが餃子の純粋な CM で、もう一つがスポーツに関連する CM ですね。例えば7時のゴールデンタイムの広告枠に CM を投入するって言ったら、餃子だろうがスポーツだろうが変わらないと思うんですよね。広告を出すということに対するお金に関して。でも直接売り上げが上がりそうな餃子じゃなくてスポーツの CM を流すっていうのはなんかすごいなと思って、で本当に寄付みたいなもんですね、この60億で。広告だから企業もいろいろ考えてんじゃないかって思うと思うんですけど、例えば味の素はアミノバイタルっていうのを作ってるんですよね。これ商品名まで言っていいのかな、いいか。で、このアミノバイタル結構高いんですよ。僕は味の素からお金もらってるわけでも何でもないんで、正直な意見を言いたいと思うんですけど、ドラッグストアとかに行ったら、コカ・コーラのアクエリとかが売ってるじゃないですか、アクエリアスがね。で、どっち買いますかって話だと思うんですよ。ちょっとポカリ派の人はちょっとね、静かに見ておいてほしいんですけど、僕もポカリ派なんで気持ちすごくわかりますよ。アクエリじゃなくてポカリがいいとかね。そんな話はどうでもよくて、アミノバイタルとアクエリアスどっち買いますかって言われた時に、やっぱ安い方買うんじゃないかな。僕だったら買いますもんね。だからやっぱ多くの人がアクエリアスを買うんじゃないかなと思うんですよ。そのアクエリアスも実は、オフィシャルスポンサーとかオフィシャルパートナーのもっとその2ランク、3ランクぐらい上の一番お金払って IOC と直接契約してるような企業みたいなんですけど、コカ・コーラちなみに2000億ぐらい払ってるみたいですね。2000億ですよ、2000億。2000円じゃないですよ。ね。で、ネットで調べただけなんで、ね、ちょっと盛られてる、結構持った情報かもしれないんですけど、2000億がね、2000万でしたとかいうことはね、桁間違ってましたとかっていうことはないと思うんで、2000億なのか1800億なのか、はたまたね、3000億ぐらい払ってんのか分かりませんけれども、正式な契約っていうのはね、情報が流れてくることってなかなかないと思うので、ネットでね、推測とか、新聞社がね、見立てで書いたものなので、でもおおよそ遠からず近からずみたいな感じじゃないかな。もうちょっと、話がそれましたけど、話を戻すと、スポンサーがね、お金を払っ
ってでもやっぱ見る価値があると。僕らは60億は払ってこのオリンピックの運営に携わってますみたいなことをね、もうドカンと言っちゃっていいんじゃないかなと思ってるんですよね。でやっぱそうやって伝えることでね、そういった人たちがいるからやっぱスポーツが成り立ってるっていうところとか、それからそれだけの価値があるスポーツだから、今回はまあちょっとコロナのね影響で皆さん見れなかっただろうけど、ぜひ見に来てほしいって、僕はもう本当に感動したっていうことを、例えばね、スポンサーの社長さんたちがもうどんどん発信していって、最初はみんなムカつくと思うんですよ。今回見れなかったからチケットまで当たったのにクソーっていう人いると思うんですよ。飛行機のチケットも取ったし、ホテルのチケットも取ったし、それで最後の最後1週間前とかね10日前にやっぱり観客入れませんとか言われたら、いやおいおいってなりますよね。でもまあこれがね準備不足だからとかっていうことじゃなくて、まあもうねこんだけコロナが収まるかなと思ってたものが収まらなかったりしてるんで、ね、国とか主催者にどれだけのね責任があるのかって言われたら問えない部分っていうのは多いと思うんですけれども、それでもやっぱ60億とか2000億とか払って、だって選手村とかねお金払うとかだったら嫌じゃないですか。例えばオリンピックに来て選手村まあ1週間から1ヶ月滞在しますって、じゃあ1ヶ月で1泊1万円なんで30万払ってくださいとかって言って選手一人一人に言われたらもうびっくりじゃないですか。だからそういった選手が滞在する、そして食事だったりとかベッドだったりとか部屋だったりとか、それ全てどこからかお金がやっぱ出てるわけですよね。これだけ大規模な、ね、大会でもあるんでっていうのはあるかもしれないけど、それが例えば全国大会でも九州大会とか近畿大会とか関東大会とか、そういったね、少し規模が小さくなった大会でもスポンサーがつくようなスポーツ界になっていくといいんじゃないかなというふうに思ってて、ね、そうやってスポーツの価値が上がっていくと、選手が稼げたりとか選手が喜ぶっていう形で、高校で辞めてた選手が大学までするとか、大学水球がもっと盛り上がって日本代表が強くなるとか、日本代表が強くなって世界で活躍して世界でもトップクラスの、ね、チームになってる国になってるってなっていくと、やっぱプロスポーツとしてうちちょっとお金出すよとかっていう企業が出てきたりして、やっぱ選手がねこう稼げるようになっていくとスポーツ界、水球界っていうのは盛り上がっていくんじゃないかなと思ってます。ここら辺の詳しい話は以前の動画で一度解説をしているので、またなんかどっかここら辺かリンクかなんか貼っときますね。ちょっとね反論がある人もいると思うんですよ。結構こう意見が分かれる動画なのかなって自分で撮りながらやっぱ思ってるし、特にチケット当たった人たちね、無観客になって見ることができないとか、水球テレビで見るしかないのかっていう人もたくさんいると思うんですよね。で、確かに今回の無観客ってめちゃめちゃ残念だし、チケット当たってる人からしたらめちゃめちゃムカつくことだと思うんですよね。その中でやっぱ特別に見れるってね、スポンサーだから何なんだよとかっていう人もいるかもしれないんですけど、やっぱさっき言ったように、ちょっとね落ち着いて考えてみると、やっぱそれだけ多額のお金を払ってるから見れるっていうのはおかしいけど、それだけスポーツに対してお金を投じてくれてるっていうのは僕はすごく感謝をしないといけないかなというふうに思ってて、それでスポンサーがもっともっと増えて、テレビでね、そしてネットで無料でスポーツが見れる時代になってくると思うんですよね。スポーツの価値が上がるっていうことは、だってバラエティするよりスポーツの方が数字取れるってなったらやっぱ放映するでしょ。でバラエティに CM 出すよりスポーツに CM 出した方が、効果があるっていう風に言われたら見てくれるからね、お客さんたちが、僕たち視聴者がねいっぱい見てるから、そしたらスポーツに対して広告がいっぱいつきますよね。そうなっていくとやっぱね、観客が増えたらやっぱり同じ例えば東京ドームでするにしても、東京ドーム水球できないんであれですけど、例えば満席にできなかったらチケットの単価上げるしかないですよね。例えば100万円かかるとして100人来ないかったら1人1万円ですよね。でもこれが200人に増えたら1人5000円でお金がね払えるわけじゃないですか。そうやってお客さんが増えることによってチケットの単価っていうのが安くなったり、逆に東京だけじゃなくてこれ儲かりそうだからちょっと九州でもさせてくれって言って、例えば佐賀で全国大会やったり国際大会やったりとか、そんなことができるようになったらすごく地方の人たちも嬉しいし、だって東京オリンピック行くって言ったらさっきもねチケットとかホテルの話しましたけど、東京の人はいいですけど、東京近辺以外のほとんどの日本の方たちですよね。北海道とかは私も九州の佐賀県に住んでるんで、やっぱり飛行機を取っていかないといけないとか、新幹線を取っていかないといけないとか、時間もかかるしお金もかかるし、チケット代だけじゃなくてやっぱりそこの移動費、宿泊費、そういったものがやっぱかかってくるんで、それが東京だけじゃなくて、例えばお隣福岡だったりとか、東京じゃなくて大阪だったらより時間的に行きやすい、金銭的に行きやすい、そういったやっぱメリットってあると思うんですよね。みんなが嬉しいですよね。でそうしたらやっぱ出資するスポンサーも東京の大きい企業だけじゃなくて、北海道の方で大会するなら北海道の企業、九州の方でするなら九州の企業、やっぱそういったね好循環っていうのが生まれるんじゃないかなというふうに思ってて、
で、なんかちょっと今回堅苦しい話になっちゃったんですけど、何を言いたかったかっていうと、東京のオリンピックが無観客になってちょっと寂しい思いをしてる私もね、一人なんですけれども、このスポンサーの人たちで、見ることができる人、ぜひ情報を発信してほしいし、感想をね、言ってほしいなというふうに思います。で、この動画を見てくれた、今悔しいなと思ってる人たちも、それを批判してると、このスポーツに対して盛り上がっていく雰囲気っていうのがやっぱなくなっていくんで、じゃあ水球のテレビ放映っていうのがあと5年遅れるとか、ネット放送があと3年遅れるみたいな時代になってくると思うんですよ。もうやっぱり、僕すごく辛口な意見で言っちゃうと、本当のスポーツ好きだったらもう一個先見て、考えようよっていうふうに思いますね。だからやっぱ自分が見れない、今回だけの話ですよ。自分が見れないから、やっぱムカつくとか悔しいとか、スポンサーだけずるいとか、やっぱそんな発想にやっぱなると思うんですけど、そうじゃなくてもう一個先を見ると、そのスポンサーたちがどんどん情報発信して、興味ない人たちがスポーツ見たいなって思ってくれると、その先にはチケットが安くなったりとか、東京だけじゃなくて地方でも大会ができたりとか、その大会に対してなんていうのかな、そういった賞金試合みたいなのができるようになったりするんじゃないかなと思ってます。でそうなったらめっちゃ面白くないですか？そのチームとして、じゃあみんな優勝したら1000万お金がね、賞金入るから、それみんなで山分けしてやろうなとか、それでなんか優勝イベントして地域の人たちに還元していこうぜとかって言ってすると、やっぱりね、すごく面白いと思うんですよね。でそういった今はまだまだねマイナーな水球ですけど、テレビとかネットとかでトッププレイヤー、もしくはもっと先を見るとやっぱ世界のトップチーム、トッププレイヤー、トップクラブ、そういったものが簡単に手軽に、しかも無料で見れる時代っていうのが必ず来ると思います。ただそれをもっと早く僕はしたいなと思ったので、今回のこの東京オリンピックの無観客について話をしました。これなんか見る人かなり選びそうだな。結構僕のチャンネルは小学生中学生が結構見てくれたりしてるので、ちょっと話が難しかったかもしれない。そこはちょっとね、お父さんお母さんと一緒に見ながらとか、YouTube してる人でこんな人がいるんだけどって言って見せてもらったりして、お父さんはこう思うなとか、お母さんはこう思うなとか、僕はこう思ったよとかっていうのを意見交換してくれると、水球とかスポーツに関する価値観みたいなものが親子で話ができたりしていいんじゃないかなというふうに思いました。これ見てくれてる、例えば指導者の方だったり保護者の方っていうのは、ぜひね、そういった話をお子さんとしてみてほしいなというふうに思います。もしあなたが Twitter とか、あとFacebook とか Instagram とか、僕はちょっと SNS あんまり分かんないんですけど、マジムカつくよねとか、なんか見れる人たちだけずるいよねとかっていうのをね、テレビとかで見たときに、あなただったらどんな反応をしますかっていうことで、今回緊急ですけれども撮っておきました。皆さんね、どう思うんだろうな。僕の考えに賛成の人もいるかもしれないし、いやいや私はこう考えるっていう人もいるかもしれないし、ちょっと意見が分かれる回になったと思うんですけど、やっぱり無観客決まったのはとっても残念だったので、こういった動画を撮ってます。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。